みやき町景観計画においては、町全体としてまとまりのある景観形成を図るために、景観法に基づく景観計画区域を町全域としています。その中ですでに特徴のある景観が形成されている地区や、みやき町の景観形成において重要な役割を有する地区などについては、現在7カ所が景観重点地区候補として位置づけられています。それでは、みやき町景観計画における景観重点地区候補地とその周辺地域の魅力を、みやき町の自然環境や伝説、歴史と文化などさまざまな視点からご紹介していきたいと思います。九州一の大河筑後川が有明海を埋め立てて生まれた広大な筑紫平野、その北縁を区切る山並みが背振り山地であり、その東部に大きな盛り上がりを見せるのが九千部石谷山塊です。みやき町の景観は、それらの山並みの明るい南斜面から筑後川の広大な水田地帯にかけて広がっています。小津川上流域に位置する山田集落は、山々に囲まれ棚田が広がるみやき町を代表する山里の集落です。中原富士として親しまれ、数多くの山城遺跡が残る高取山の登山口として、また九千部88カ所霊場、奥の院参道に設けられた桜の名所白坂公園は、古くから地域の人々に親しまれてきました。また小津川の清流を活用して整備された山田水辺公園は、夏休み期間中多くの子どもたちでにぎわいます。耕作放棄地の活用対策として、地元農家のメンバーによって始められた山田ひまわり園は、晩秋の11月に咲かせる珍しさも手伝って人気を呼び、近年は開花期間のわずか1ヶ月で利用者が2万人を超えるという盛況ぶりです。また同時期に体験できるのが、山田ひまわり園から小津川を挟んで対岸の高取山山嶺に植えられたハゼ山の紅葉です。ここには佐賀県内最大規模のハゼの木畑があり、地域の方々により年3回もの管理作業が行われ、管理の行き届いた見事な林内景観が生まれています。菜の花の咲く周辺の棚田景観と相まって、のどかな里山の風景を形成しています。これらの景観は令和2年12月に山田のひまわりとハゼの木景観として佐賀県遺産に認定されました。綾部集落は綾部八幡神社の門前町として発展した地区です。綾部八幡神社は鎌倉の鶴岡八幡宮の分霊として創建されましたが、同時に
九千部信仰に関わる風の神様も祀られていて、神社裏の風天山頂上には風神像を収めた祠が安置されています。神社の境内ではご神木の大イチョウに朝旗を掲げてその年の天候を占う旗揚げ神事が行われると同時に、毎年秋の彼岸に行われる行列風流はこの地域を代表するお祭りとなっています。綾部集落のもう一つの特徴は、この集落が水の便の良くない大地上に位置しながら、集落内の至るところにきれいな清流の水路が巡っていることです。これは上流部の山田地区の小津川に堰を設け、そこから用水路で飲水しているためで、当地区の景観的魅力の一つとなっています。同様に小津川を隔てた東側の大地を潤しているのが美濃原中原用水です。この水路は江戸初期の鍋島藩の家老成富兵庫シニアス公によるものとされ、山田地区の小津川に一ノ瀬遺跡という取水口を設け、幸田地区西部を流下して長崎街道旧中原宿まで水を送っています。幸田地区では住民の努力により美しい景観管理に向けた維持管理がなされており、初夏にはゲンジボタルの発生地、初秋には彼岸花の名所としてにぎわいます。長崎街道は江戸時代、豊前小倉より長崎を結ぶ街道です。57里、約 228km の長崎街道には全部で25カ所の宿場があり、その一つが中原宿です。等々力と神崎の間で距離も短いため、愛の宿として泊まる人は少なかったのですが、シーボルトの記録に我々が休んだ中原の村で、私は生垣がみんな梅咲うつぎなのを見た。おそらく日本で最も美しい灌木の一つだろうとあり、素朴な街並みが広がっていたことがうかがえます。中原宿は白石鍋島家の知行地で、当時は6つの宿がありました。岡崎屋はその中で唯一現存する建物です。街中には小さな水路が流れており、中原水道といわれる貴重な水源でした。小津川上流部の山田地区に作られた一ノ瀬遺跡より中原宿まで引水し、宿場の生活用水や周辺農地の灌漑に利用されていました。白石鍋島家は成富兵庫シニアス公の養子である鍋島直弘が初代領主として創立しています。
佐賀藩設立当時は旧君主である龍蔵寺氏およびその一族や元家臣団をどのような形で支配の中に組み込むかという時期であり、白石鍋島家の創立は佐賀藩の治世に大きな影響を与えました。その後、文政6年1823年に鍋島直弘を祀るため白石神社が建立されました。後に成富兵庫重康公、白石養業尖閣者である鍋島直輝を合祀しています。本殿は夕日の絶景スポットとして知られており、時期が合うと本殿から参道に夕日が一直線に差し込む幻想的な光景が見られます。白石焼きは白石鍋島家が本藩御用窯として松浦郡一ノ瀬皿山、現在の伊万里市大河内山より刀工を呼び寄せて、この地に御用窯を開業させたのが始まりと言われています。その後、京都より臼井宗派を招き、現在の白石焼きの基礎を作ったと言われています。当時は地元の白壁土と天草より仕入れた陶石を混ぜて作られており、日比焼きと呼ばれる独特の茶色の態度に化粧がけされた製品が中心であったとされています。現在も白石神社に隣接した小道を中心に窯元が点在しており、その小道を歩くとせせらぎ沿いにトンバイ塀も残る風情ある景観が広がっています。東尾地区には有名な佐賀県の宝雨吹酒造酒造群があり、申し込みをすれば酒造群を見学することもできます。平成25年12月、文化庁より雨吹酒造建造物母屋、離れ座敷、仕込み蔵、貯蔵庫、煙突などの酒造群が国の登録有形文化財に、平成25年10月、22世紀に残す佐賀県遺産に登録されました。築100年の歴史を持つ土蔵の中で酒造りが行われています。町内を走る国道や県道の沿線には、地方のマイカー利用中心の生活スタイルに対応して、大型の店舗や個性豊かな外観デザインの飲食店などが集積しています。こうした沿線では新しいにぎわいが生まれ、それがさらに多くの人々を集める魅力の源となっています。
千陸八幡宮は新規元年西暦724年、肥前国矢部郡の宮司壬生春成が八幡狼のご神託を授かり、社殿を造営したのが始まりとされています。伊勢神宮に次ぐ皇室の崇敬が深いと言われる宇佐神宮の御所別宮の一つで、肥前の国の一宮として格式高い神社です。千陸八幡宮は日本三大粥祭りの一つとしても有名で、全国的にも珍しい横参道はのこぎり型町並みとなっており、江戸時代は町並みの外れが千陸土井とつながっていました。この地独特の肥前鳥居があり、面前の146段の石段はバルセロナオリンピック金メダリスト、世界選手権2連覇の古賀稔彦氏が足腰を鍛えたことで栄光への石段と言われています。成富兵庫重安公は佐賀藩の家老で、現在では水の神様として知られています。重安公は水害に悩まされる佐賀平野の治水事業に取り組み、数多くの功績を残しています。平成12年には佐賀県文化財の認定を受けて、市原地区に千陸土井公園が築造され、千陸土井の遺構と重安公の偉業を後世の人々に伝えています。水運が主体であった時代、江光は峰郡方面の物資の集積地として大変栄えていました。当時は北重安南部付近から峰にかけて穀倉地帯が広がっていたことや、江戸時代には年貢の徴収を行う市武代官所が近隣にあったことで、川港の町として繁栄していました。また佐賀藩には諸津という制度があり、江光も諸津として認定されていました。諸津として指定された川港はさまざまな協力を必要とする代わりに地料や雑税を免除しており、江光は佐賀藩の主要な川港であったことがうかがえます。現在は水運から陸運へと変化したことで川港としての機能は失われましたが、江見の辻々に恵比寿像が祀られており、密集した建物と相まって当時の面影を伝えています。水運が盛んだった江光が川港として栄えていた時代、江光を中心として近隣の村々にて江見笠、瓦、レンガ、打面、縄、畳などが作られ、江光より販売されていました。その製品は筑後川を下り、熊本、島原、天草まで販売されていたのです。
これまで見てきた通り、これらの景観は自然の営みによって地形や植生など大きな受け皿が形成され、そこを舞台に先人たちが長い歴史の中でさまざまな暮らしやなりわいなどの営みを展開してきた人間活動のストックであると言えます。みやき町の住民にとってはかけがえのない財産であり、誇りであり、郷土愛の対象です。みやき町の魅力的な景観まちづくりを進めていくためには、地域住民、事業者、行政がそれぞれの役割を果たしながらさまざまな取り組みを実践していくことが求められます。景観とは長い時間の中で取り組みを重ねていくことにより初めてその成果が見えてくるものです。そのため地域住民、事業者、行政が協力して継続的な景観まちづくりに取り組んでいくことが何より大切なことなのです。